皆さんどうもこんばんは。スタッフラボへようこそ。今日はですね、10分でわかるおすすめの一冊シリーズ。今日の本は起業家の登竜門モーニングピッチを立ち上げた斉藤優馬さんが初めて明かす思いと仕事をつなぐ本。一生をかける仕事の見つけ方を3つのポイントにまとめてみました。自分も何か人生をかけて取り組める仕事がしたい。自分にしかできないことで独立をしたい。自分の人生を本気で生きてみたい。そんな人に響く内容ですので、ぜひお楽しみください。この本を書いた斉藤氏は、どんな仕事に人生をかければいいのかわからない。今の自分はなりたかった自分なのかと悩んでいた20代。仲間もお金も実績もなし。それでもたった一人、逆風の中始めたベンチャー支援。現在では多くの仲間と数千社を巻き込む日本一のプラットフォームとして、世界7カ国150名体制へと拡大させた立役者。今回のポイントとなるキーワードは、原体験、ミッション、熱量です。それでは内容に入っていきましょう。最初のステップは、ミッションを決めること。人生の大半を費やすのが仕事です。仕事を生活をしていくためだけのライスワークとするか、自分の夢や目的を実現するためのライフワークにするかで、人生の充実度は変わってきます。仕事をライフワークにするためには、自分が心の底からやりたいと思えるミッションが必要だと言われています。しかし、多くの人は人生をかけるに値するミッションが分からずにいることも多いと思います。そこで、原体験を見出すことがミッションを知るポイントになります。原体験とは、人の生き方や考え方に大きな影響を与える幼少期の体験のことを指します。学校の先生になりたい、看護師さんになりたい、保育士さんになりたいと決めた夢を実現した人をテレビで見たり、知り合いにも何人かいるなんてことがあると思います。その人たちは幼少期に価値観を与えられたり、考え方を変えられたなど、何かしらの記憶に残る大きな出来事があったはずです。ここでミッションの種は原体験の山か谷のどちらかにあることが多いと言われています。そして山と谷の振り幅が大きい人ほどミッションに生きる原動力も強くなる傾向があるそうで、起業をするような人たちは皆強烈な原体験と高い熱量を持っているものです。例えば、斉藤氏の原体験としては、中学2年生の時に父親が脱サラをして旅行代理店を開業。経営で苦しんでいる姿を間近で見てきたことが大きかったそうです。そんな時、図書館の職業本のコーナーで、独立事業者をサポートする公認会計士という見出しを見て、将来公認会計士になろうと誓ったそうです。しかし、なると決めた公認会計士は合格率8%台という超難関。3度連続で不合格となり、4度目でついに合格したのですが、改めて振り返ると、合格になった時の絶望感と合格するまでのプレッシャーが大きく、そこにたどり着くまでの人生はどん底だったと言われています。ここでわかることは、父親が経営で苦しんでいる姿を見たことや、公認会計士に合格するまでの長い谷の原体験がベンチャー企業を支援すると決めたミッションを遂行する原動力になっているわけです。この社会には解決すべき課題や様々なニーズが存在します。それは誰かが挑むべきテーマですが、必ずしも自分が挑まなければいけないわけでもありません。それでもなお自分が挑まなければ気が済まないテーマこそが自分のミッションになってきます。次に重要なステップが熱量を持つこと。ミッションを決める際気をつけたいのが5年、10年は取り組めそうなテーマを選ぶこと。それだけの長い時間になると心の底から納得できるものだければ頑張り続けることは難しく、そして状況に応じて取り組み方を変えることは可能ですが、最初に取り組もうと決めたテーマは変えてはいけません。ビジネスの世界では新規事業がすぐに売上や利益につながることは極めて稀で、しばらくは耐え忍ぶ時期をどうにかしのぎ、浮上のきっかけをつかむことができた事業だけが成長のスタートラインに立てる。だからこそ最初に決めたテーマは変えてはいけません。例えば、学生時代に入りたい有名高校や有名大学があったとします。そこに合格するために勉強に励んだり、推薦を勝ち取るために努力をすると思いますが、すぐに結果につながることはなく、1年や2年、長ければ3年もの間努力をし、結果につながっていきます。しかし、自分が思い描いていた通りには伸びず、途中で自分にはダメだ、
才能がない、なぜこんな苦しいことを続けているんだと、ネガティブになってしまい、投げ出す人もいますが、投げ出さずに努力をし続けた人だけが、些細なきっかけで成長していき、結果をつかみ取っていくものです。また、ミッションを語ることは、自分の熱量を保つためにも大切です。斉藤氏の場合、新規事業が軌道に乗るまでの苦しい時期が続くわけですが、同じように熱量の高い人と会い、ミッションを語り続けることで自分のモチベーションを保ってきました。そしてミッションは人に語れば語るほどブラッシュアップされ、自分の熱量も高まります。さらには共感を集めて人を巻き込んでいくことができる。これがですね、熱量を持たなければいけない理由です。最後のステップは人を動かす伝え方をすること。ミッションの伝え方としては、My, Our, Now という3つのポイントを意識するといいでしょう。自分のミッションを語っているだけだと、マイストーリーだけを語ることになってしまいますが、これを聞き手の視点に合わせて、課題や価値観を共有すると、Our ストーリーになり、重要度が高まります。そして、なぜ今やらなければいけないのかを示すことが肝心です。例えば、斉藤氏が過去に父親が苦労していた姿を見て、父親をサポートするために公認会計士になったことだけを語ると、マイストーリーになってしまいますが、ミッションを語った人の周りにも、起業や独立をしている人がいて、苦労し、助けを求めている。そんな現状を共に解決し、感謝され、達成感を共有できることを伝えていくと、アワーストーリーになり、聞き手の心が動きます。そしてなぜ今すぐに取り組まなければならないのかを伝えると、人は巻き込まれていく。といった流れになります。人は今すぐ行動に移す必要のないことになかなか重い腰を上げません。重要度と緊急度を兼ね備えたテーマだけが人に行動を促すことができるのです。世の中にはスキルやキャリアを高める方法が溢れていますが、それだけでは他の誰かや何かによって奪われる可能性があります。しかし、自分にしか成し得ないミッションを歩む人生は、他の誰かにも何かにも奪われることはないでしょう。キャリア思考からミッション思考へ、それはですね、ライスワークから一生をかけるライフワークへの一歩を踏み出したということになります。ここまでが人生をかける仕事の見つけ方になってきます。今回の内容をですね、最後にまとめるとこのようになります。まず、自分の過去を振り返り、原体験からミッションを見出すこと。次にミッションを語り続け、自分のモチベーションを保ちながら熱量を高め、人を巻き込んでいくこと。最後に人を動かし巻き込んでいく伝え方を実践し、ライスワークから一生をかけるライフワークへの生き方へチェンジしていくことです。また、斉藤氏がベンチャー企業だけでなく、大企業や自治体の立場に対しても支援していることから、起業を志す人だけでなく、大企業で新規事業を手掛けている方や、今後何をやっていくか迷っている学生など、自分の人生をかけて取り組める仕事がしたいと強く願っている人たちは、一度この本を手に取り、実践してみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは、変化する社会を乗り越えるため、あなたの成長や向上心を上げていくためのコンテンツを上げていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さんお疲れ様でした。